横浜。それはエキゾチックな街。そして、赤レンガ倉庫、中華街、元町、港未来、おしゃれで美しい街並み。そんなイメージの裏に、ディープでヤバい雰囲気の横浜がある。ここは京浜急行、日の出町駅、高架駅で各駅停車しか止まらない。横浜駅からそれほど遠くない場所だけど、この街の歴史は様々なディープな闇が隠されている。戦後のアメリカ軍の占領、スラム街、非合法な風俗店、反社会勢力、薬物の取引、明るくファッショナブルな横浜の裏の世界の街。日の出町駅と小金町駅を中心としてディープな横浜が広がっている。今回は日の出町から南東の方を散策してみます。日の出町駅前のすぐ近くに老舗の洋食レストラン三つ輪グリルがあります。ここは値段もそんなに高くない。いや、かなり安い方だと思う。今物価が上がっている2026年3月だが、ほとんどのメニューは1000円以内。そんな老舗のレストランから野毛の中道を降りていきます。横浜の野毛といえばはしご酒の聖地として知られるディープな繁華街です。500から600軒の飲食店が密集していて、中にはかなり変わった店もあります。スターバックスかと思ったら野毛のスタバだって。ここは孤独のグルメにも出てきた第一亭。まかないの裏メニューだったチートトッパタンというメニューで有名な町中華。ただ残念ながら今は閉まっていました。食べたかったのに。そんな第一亭から数十メートルのところにソープランド。この辺りは何の違和感もなく街に風俗店が溶け込んでいる。コーン座。この映画館は昭和30年代からポルノ映画とゲイ映画の専門映画館。ちなみに平成元年に今の建物に建て替えられたとのこと。野毛を歩いているとこんな建物に出くわした。2025年8月にこの建物の隣で火災があったらしい。側面がこんな状態でもこのビルは営業しているようだ。確かこの辺に怪しい中華料理店があったはずなんだけど、見えてきた。その店の名は山陽。周りの雰囲気とは全然違うインパクトの強すぎる店構え。中華料理なのに下ネタ全開の看板。そして高倉健のライバルを名乗る店主。なぜか毛沢東。そして北ナシュランってなんだ？近くをのどかに流れる大岡川。しかしその向かい側はソープランド街。のどかな風景に溶け込んでいる。その大岡川沿いを歩いていくと異様な光景に出くわすことになる。この周辺の案内板は斜めに歪んでいる。まるでこの街が異様な雰囲気で歪んでいるように。大岡川に架かる宮川橋の向こう側に異様な建物がある。宮古橋商店街ビル、通称ハーモニカ横丁。1964年のオリンピックの頃、周辺の露店や屋台を集めて入居させたという。長さ約90メートル。今はほとんどがバーや飲み屋。約60店舗がひしめく2階建ての建物。川沿いの方から見るとこんな感じ。この見た目がハーモニカ横丁の由来だと言われる。実際に横を歩いてみると結構長い建物だ。昭和が凝縮されて集まってるような、そんなレトロな雰囲気が漂っています。やっぱりここは夜に来ると良い不思議な雰囲気が漂う。
ちょっとだけ2階の方がどうなってるか見てみます。飲食街、お気軽にどうぞって書いてあるけど、ちょっと緊張しますね。階に取り付けられたようなスチール階段、錆びて割れてるような感じの部分もあります。これ全部がバーとかスナックとかの飲み屋です。飲み屋さんのアパートですね。本当にそれだけのために作られたような感じ。ここからでもみなとみらいの横浜グランドインターコンチネンタルホテルが見える。横にある観覧車はコスモクロック21。老舗の洋食レストラン、洋食木村。創業1938年、昭和13年、80年以上続く歴史あるレストラン。親子3代にわたって当時の味を守り続けているという。洋食木村から宮古橋を渡り、道なりに南東方面に行くと、野良猫通り、個人経営の個性的な飲食店が乱立する通り。この通りも夜の方が賑やかだろう。いつか夜にまた来てみたい。野良猫通りから福富町側へ歩くと、またもや風俗店、愛雑さがこの街に溶け込んでいて、それが街の魅力となっている気がする。この建物の佇まい、どう見ても戦後の風俗店を思わせるような作りであるが、なんと教会が入っているようだ。この建物のことは調べてもよくわからなかった。福富町、この辺りはディープな歓楽街、コリアンタウンとも呼ばれており、アジアの雰囲気が色濃い。このビルは上の階はクラブだが1階は中華料理の店。フィリピンパブなど国際色の強い飲み屋が多くなってくる。ここはショーパブと書いてあるお店がたくさんある。特にフィリピン系が多い。福富町国際通り、ここは完全にコリアンタウンになっている。並んでいる飲食店はほとんどが韓国系のお店ばかり。この通りを歩いていると韓国や中国の裏路地を歩いているような気がしてくる。景観はもはや日本ではない。国際通りというのは言えて妙である。何か誇らしげな感じのコリアンタウンのアーチ看板。この店の求人広告は英語で書かれている。タレント入国決定とは誰なのだろう。ここは羊肉料理のお店。もしかすると天麺料理に近いものかもしれない。何かわい雑でしかし飾らない景観がなぜか心地いい。建物は古いままだが1階部分だけは綺麗に見せている。これは東南アジアなどの景観によくある。そういう意味でも無国籍な雰囲気の漂う通りの感じがする。料理名がタイル状に書かれた面白い看板。右下に日中友好って書かれているのが何か面白い。福富町国際通りを歩いていくと伊勢崎モールに出くわす。伊勢崎町は150年の歴史ある町で、そのショッピングストリートが伊勢崎モール。今の伊勢崎モールにはあまり闇は感じない。むしろ明るく健全な雰囲気があり、日の出町や福富町とは全然違う。しかしこの町は戦後に GHQ による接収があり、米軍文化が流入する町だった。そして当時は米兵たちの遊び場でもあり、占領軍を相手にしている女性がたくさんいたという。今でこそ表向き明るい感じがするものの、まだ当時の雰囲気が消えずにくすぶっている。そういう町の持つ雰囲気は世代が変わっても残り続けるのだろうか。伊勢崎町3丁目交差点、根岸道路と交差する大きな交差点。向かいの建物はかなり古いままであることがわかる。かなり味のある昭和の建築だろう。
その斜め向かいにあるゲームセンターの建物もかなり年季が入っている感じがする。1968年に伊勢崎町ブルースという歌をヒットさせた青江美奈の看板。その前には伊勢崎町ブルースの歌碑が設置されている。下にあるボタンを押すと伊勢崎町ブルースの曲が流れる仕掛けがある。この曲は最初にため息の部分があって、紅白歌合戦ではその部分をセクシーすぎると差し替えた。今回最後の目的地寿町へ向かう道すがら、こんなビルがあった。こんなところにソニー、なんだか怪しい気がする。今回の最終目的地寿町、ここは今までの中で一番ディープな裏の横浜と言っていいだろう。つまり日雇い労働者の寄せ場であり、簡易宿泊所が立ち並ぶ街。大阪の釜ヶ崎と東京の山谷に並ぶ日本三大ドヤ街の一つである。こういう簡易宿泊所がたくさんある。そこそこ外観は綺麗な感じがします。大阪の釜ヶ崎ほどあからさまにドヤ街という見た目ではないけれど、そのそっけない建物の外観とあちらこちらに座り込む労働者風の人々、やはり普通の街ではない緊張感が漂っています。近年の寿町は生活保護受給者が多く暮らす福祉の街にシフトしており、このような施設も充実しています。この中には医療施設や図書館、そして銭湯もあります。今回ここに来てみたかったのは、この街にある一角にとても怪しげな場所があったからです。目指していたのはこの怪しげな路地です。壁に赤線という落書きがあり、緊張感も高まります。世間から隠れるように集まった怪しげな飲み屋が通りに密集しています。なぜここだけに集まっているのか、とても異様な感じがします。人は誰もいませんでした。お店もやっているのかどうかわかりません。まだ明るいのでやっていないのか、夜になると営業するのか、呼び込みもなく、細い路地裏に看板が立てて並んでいるだけです。私はお酒も飲めないし、お店に入る勇気はありませんでした。この時代に取り残されたような通りはいつまで続くのでしょうか。もしいつか消える時が来たとしても、話題になることもなくひっそりとなくなっていくのでしょう。たまたま発見したものだけが目にする、そんな通りなのかもしれません。この街には観光客もほとんど訪れません。この街はひっそりと横浜の一角に存在して、ほとんど注目されることもなく、時間だけが過ぎていく。世の中から取り残されたような、そんな空気が漂っています。さて、お腹が空いたので何か食べたいと思います。今回は福富町のコリアンレストランに行ってみます。行くぞ。今回はあっさり牛ホルモンのクッパを頼みました。最近 NHK の未解決事件っていうのを見て、そんな感じの動画編集にしようと今回ちょっと凝ってしまいました。どうなんでしょうね。こういうちょっとミステリアスな雰囲気の方がウケるのかな。もしよかったらコメントでご意見くださいね。ということで今回の動画は終わりです。実は小金町の方にも行きたかったのですが、時間がなくなってしまい行けませんでした。いつか第2弾として裏横浜小金町編もやるかもしれません。では
最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。またね。